劉備を戦いに引きずり込むことはできた。あとは奴らを攻め滅ぼすだけか。御意。劉備と呂布2人の軍勢を合わせてもそれほど多くはない。大陸の情勢を考えれば一挙に殲滅しなければならないでしょう。北方の曹操さんの動き、最近特に活発になってきてますからね。曹操は河北より袁紹勢力を完全に駆逐したようですし、予断を許しませんね。戦の傷が癒えたら南征を起こす可能性があるということか。地政的に考えて曹操が大陸中央に進出するには、まずは揚州を抑えて憂いを立たないといけませんから、必ずや南征を開始すると思います。よく勉強しているな、アーシェ。偉いぞ。ありがとうございます。もう五花のアモーちゃんじゃありませんからね。はい。頼もしい限り。どうしたメイリン、風邪か？どうやらそのようで。今お前に倒れられるわけにはいかん。養生してくれよ。私もまだ倒れるつもりはありませんよ。ご心配なく。ならばよい。では各員、出陣準備を急げ。よい。カズと少し付き合ってほしいのだけど。ええ、カン様と姉様のお墓参りよ。心配？大丈夫。私は死んだりしないわ。わかるの。私は死んだりしない。だってもしそうなったとしてもカズトが私を守ってくれるから。なら何も問題はないでしょ。また後で弔問のところで待ち合わせをしましょう。本郷か。どうした？私に？レンファ様がいらっしゃるのか。分かった。すぐに手配しよう。レンファ様のことくれぐれも頼むぞ。今来たところよ。
姉様と一緒にしてあげたかったの。姉様は天国で嫌な顔をしてるかもしれないけどね。目に浮かぶわね。母様、5はここまで大きくなりました。これもすべて姉様のおかげです。姉様、もう少しで姉様の仇が取れます。私を見守っていてください。そして、その暁には、お二人が思い描いていた夢、天下統一の夢を実現させます。その後、私は、いや、なんでもない。カズトも姉様に話しかけてあげて。カズト。あなたの考えてること、私はしっかりわかってる。ありがとう、カズト。だから、思春がいるってこと？これでも、ショーとして生きてきた人間なんだからね。思春、姿を見せなさい。護衛の任、大義。ありがとう、思春。私もすぐに戻る。思春は先に城に帰っておいてくれ。御意。本郷、レンファ様のことを頼む。では城に戻ります。レンファ様、お早くお帰りくださいませ。カズト、私を支えてくれる？その言葉を聞けば、私はこれからも戦っていける。だから、一緒にいてね、カズト。私もよ、カズト。最愛の人。まったく、厄介な荷物を背負い込んだものですね。そうは言うけど、でもレンちゃんもネネちゃんも私を頼ってきてくれたんだもん。見捨てることなんてできないよ。まあ、トウカ様の性分ではこうなることは目に見えていたがな。仕方のないことなのだ。だが、呉もすでに大国となっている。兵の数も我らより多く動員できるのだから、苦しい戦いになるぞ。やるだけやってやるさ。そうね。仁義なき戦というわけではないのだから、正々堂々と戦いましょう。賛成なのだ。どいつもこいつもバカ者どもだな。それが私たちのいいところですよ。そうそう、シュリちゃんの言う通り。
我らが主殿のお気楽さが皆に伝染したのだろうな。違いない。では皆、すぐに迎撃態勢を整えよう。立とうね、みんな。おう、なのだ。関羽、張飛、呂布、趙雲、その他にも優秀な武将がいる劉備たちが相手か。ええ、でも私は今まで感じたことのない興奮も覚えているの。初めて巨大な敵と相対する。黄巾島の時も董卓の時も南西の時も感じられなかった不思議な高揚。それが英雄というもの。シェレンもそうだった。おそらく曹操も劉備も英雄と呼ばれる人間同士が戦う時、英雄が持つ本能が沸騰するのでしょう。怖いな、自分自身が本能に酔ってしまいそうになる。ええ、そう信じてるわ、カズト。二人の間に一体何があったのやら。何もないぞ。変な誤解をするなよ、メリー。誤解などと良いことではないですか。公と私、英雄としての自分と私としての自分、それを自覚してこそ王というもの。安堵しましたよ。ようやく本郷に対して素直になられたことに。素直になどなっておらん。お前がそういうことを言うな。石膏より報告です。龍旗を掲げた軍団が川向こうの丘に集結しているようです。来たか。各部隊臨戦態勢を取れ。このまま前進して溶かし、劉備を太もみに揉みつぶすぞ。敵で来ちゃいました。ひなり落ち着くのだ。ちゃんとリンリンたちが守ってあげるから安心するのだ。はい。すごい大軍だね。感心してる場合ではありますまい。シュリ、愛車の準備はどうなっている？そろそろ準備が整った頃だと思いますが。ならこっちも準備にかかろうぜ。そうだな。では燈花様。みんなよろしくね。前方劉備軍に動きあり、各部隊を動かし陣形を整えているようです。よし、ならば今が好機だ。全軍投下開始。進めトカの速度を落とさないでください。渡り切った後はすぐに部隊を再編。砲形陣を組みます。騎馬隊は川上を進め、川下の歩兵の動きを助けてやれ。
シシュン、劉備の動きは？まだ陣外中であります。よし、みんな急げ！なんだ？旗だと？ちょっと待て。龍騎の他には趙、馬、趙に諸葛と砲だな。ないな。ないだと？どうした？どういうこと？わかった。全軍駆け足、向こう岸まで駆け抜けろ！よし、孫権よ、灯火様に戦いを挑んだことを後悔するがよい。準備はよいな。私の合図とともに席を切れ。気づかれたか。行くぞ。3、2、1、席を切れ。トカの具合はどうか。現在部隊の3分の2はとか完了してます。主力部隊は渡河を完了し、砲兵陣を敷いて待機してます。あとは主張隊と予備兵が。なんだこの音は。地震？違う、これは。あれは。しまった、大水系とは。損害は？和人様が全軍を急がせてくれたこともあり、主力部隊に損害はありません。しかし皇局で渡河中だった主張隊と予備兵たちが。案ずるな。主力部隊さえ無事ならば何とでもなる。レファ様、すぐにお下知を。はあ、全軍すぐに態勢を立て直す。部隊の掌握を急げ。はっ。おかえり、歯医者ちゃん。お疲れ様でした。は、ただ残念ながらあまり効果は上がらなかったようです。敵の主張隊と予備兵を一掃できたんだ。大した戦果ではないか。だが
兵を減らしきれなかったのは言いたい。まだ奴らの方が多いのだからな。ならリンリンたちが頑張って敵を倒せばいいのだ。そういうことだ。よし、じゃあそれぞれ3000人はぶっ飛ばすのが目標な。そうすりゃ楽勝だって。やれやれ、当家の猛将たちは揃いも揃って計算が苦手と見える。バカで悪かったな。誰もバカとは言っていないさ。その計算に私も乗るのだからな。バカがまた一人誕生したのだ。でもリンリンはこういうノリは大好きなのだ。それでこそ劉備軍だね。レンもやる。まあ楽しみにしてるぞレン。じゃあみんな一人3000人ずつ倒しちゃって孫権さんを追い払っちゃおう。おう。部隊の掌握はどうなった？兵の動揺が思ったよりも激しく、体勢を整えるにはまだ時間がかかりそうです。敵軍突撃開始。兵が駆け下りてきます。敵軍先方、旗は陳と真紅の良機。呂布か。剣殿、わしに任せておけ。サイ、いけるのか？当然じゃ。後期付き合え。お供しましょう。レファ様、我らが時間を稼いでいる間に体勢を整えておいてください。分かった。頼むぞ2人とも。よい。郊外隊、我らの部隊で敵の第一波を防ぐ。我が最愛のつわものどもよ、その命わしにくれい。郊外隊突撃開始じゃ。呂布のような青二才に負けるでないぞ。